皆さんいつもご視聴ありがとうございます。まこべです。今回も台湾旅行をお伝えしていきます。前回の動画でタイガーエアの大分就航便に乗って台湾に着いたまこべは、その後温泉に入ったり、それから夜市に行って台湾グルメを味わったり、そして憧れの丸山大飯店に泊まっております。ぜひ最後まで見てくださいね。来ましたよ。いや、長かったですね。ちょっとね、途中揺れましてね、大変でしたけど、なんとか着きました。じゃあこれから入国審査でございますね。以前もご紹介したんですけれども、お肉の持ち込みがダメということで、こういったカードを渡されます。入国審査を無事に終えたまこべは、台湾で今行われているキャンペーンに参加してみました。事前登録が必要なんですけれども、なんとくじ引きに当たると5000台湾ドルが当たるということでね、残念ながらまこべはね外れてしまったんですけれども、もし台湾個人旅行される方は事前登録してやってみてはいかがでしょうか。そうこうしてたらですね、空港内迷っておりましたが、結局タクシーでホテルに向かうことになりました。こういうねタクシーからの眺めどうですかね。台湾って感じがしますね。ちょっとね昔の日本みたいな風景なんですけれども、今日泊まるホテルはこちらになります。台湾桃園国際空港からですね、車で3、40分の場所にあります桃園市内っていうんですかねに、こちらのホテルはありまして、ホテルの名前はですね、ヘルシーレジデンスというホテルになります。トリップドットコムでですね、予約しまして、なんと1泊日本円で8000円ちょっとくらいです。なかなか綺麗なホテルですね。フロントの方は日本語は片言な感じで英語で対応されておりました。では18階にね今夜は泊まりますので移動したいと思います。こちらですよ。すごい吹き抜けになってます。こちら1818なのでこっちから行きましょう。すごいこんなソファーがね並んでたりしてます。割とうちのど真ん中にあるみたいですね。ここだった。1818ルームキーこちらでは、すごい広、めっちゃ広。すごい。ということで、もう遅くなりましたけれども、お部屋紹介していきたいと思います。ではカメラを回します。では扉から振り返るとこんな感じで、まずリビングがあるんですよ。すごいですね。そして書斎があって、今ちょっとね台湾ビール飲んでましたそしてねちょっとねお茶とかね近くのセブンイレブンで買ってきまして、ではベッドルーム行ってみたいと思います。こちらすごいですね。多分ねダブル、キングサイズぐらいあると思いますね。すごい。そしてなんと日本式のコンセントが2つありまして、ルームライトとティッシュ、そして下の引き出しは何も入ってませんという感じでね。で反対側のベッドサイドはもうね電話が置いてあって、お部屋のスイッチがここにあるということで、もうね枕がこんなにいっぱいあるんですよ。すごいね、全部柔らかいでございます。でこちらにね今日一人で泊まっております。贅沢。そしてこちらにもちょっとねドレッサー的な椅子があって、正面に鏡でございますね。めっちゃ大きな鏡がありますね。そしてこちら扉があるんですけど、中は何も入っておりません。ではこちら
クローゼット開けてみますよ。私物のジャケット入っております。上にね、予備の枕があって、ハンガーが1、2、3、4、5本もあります。そして下は、そうね、ランドリーバッグがあったりとか、体重計ね、エチケットブラシがあって、棚があるんですけど、これは何も、はい、ないでございますよ。まあね、こんなもんでございます。おーではでは、気になる水回り行ってみましょう。こちら、めっちゃ広いんですよ。でね、もうあれ、日本と一緒ですね。ウォシュレット、しかも TOTO でございます。日本と一緒。そしてティッシュがあって、ハンドウォッシュとグラスがあって、こちらはね、海外式のね、コンセントになっております。で、洗面台もめっちゃ広いです。で、正面鏡で、シャワーブースがあります。シャワーブースね、ちょっと開けてみますが、シャワーヘッドと、多分ね、リン水シャンプー、とね、ボディーソープみたいですね。やっぱりね、シャンプーは持ってきた方がいいかな。シャンプー、コンディショナーね。はい、という感じでございます。そしてね、バスタブも別にあるんですよ。めっちゃ広い。で、ここにも鏡があって、で、バスタオルとフェイスタオルがあるということでございます。めっちゃくちゃ広いバスルームでございます。でね、ベッドサイドにバスルームがあるから、ね、めちゃめちゃ便利がいいですよね。で、こちらに姿見がありまして、ね。はい。で、そう、こっち、そうね、こっちのね、はい、隅にね、書斎があって、隅に、はい、お茶セットでございます。まあね、電気ケトルがあって、お水はね、エレベーターの横に、ウォーターサーバーありました。そちらでね、汲んでくるのかなって感じです。で、まあ、紅茶だったり、緑茶があって、コーヒーのね、スティックが2本もございます。でこちらもね、電源海外式なんですよね。で、下にはコーヒーカップとグラスがあって、この下は何かというと、これね、ヘアドライヤーでした。が用意されております。残念ながらね、なんて言うんですか、冷蔵庫はない感じだったかな。このテレビの下見てみようか。ね。テレビの下は、そうなんです。あ、ここにあった？何これ？あ、冷蔵庫あった。こんなところに。でもね、中空っぽでございます。なのでね、近くに、ファミマとセブンイレブンがあるので、そちらでね、買い物してきました、さっきね。ね、ホテルは Wi-Fi 効いてます。はい、無料 Wi-Fi もあります。ね、さっきね、下に降りたんですけど、とってもね、綺麗なね、ロビーでしたよ。そしてね、もうね、なんていうの、ソファーがあったりすごい広いですね。で、私、夜ね、ちょっと乾燥しがちなんで、お茶買ってきました。でね、晩ご飯も食べれなかったんですよ、空港でね。夜遅かったんで。なので、台湾ビールとサンドイッチね、先ほど食べましたよっていうことで、お部屋紹介ね、こんな感じでございます。すごい広。はい。ということで、台湾1日目、もうね、移動でずっとね、飛行機に乗って台湾に到着したのがもう夜7時ということで、現地時間のね。だから、日本時間でもう7時、夜の7時ぐらいでした。あたりが真っ暗で、ホテルのね、場所は分かってるんですけど、バスで移動しようと思って、バス停のね、方に聞いたら、もちろんね、英語も通じない、日本語も通じないので、アプリで会話して、で、バスに乗って行けるって聞いたら、いやいやいや、バスだと遅いからタクシーで行った方が早いよっていう風に教えていただいて、で、タクシー乗り場も、空港のね、警備の方に、ここって教えてもらって、でタクシーに乗ってこちらのホテルに着きました。タクシーですね、台湾ドルで655ドル
でしたので、だいたい日本円でいくと、4000円前後かなっていう感じでございます。台湾と、台湾ドルを円換算するとだいたい5倍すればいいっていう形だそうでございますので、4000円でね、夜遅くですから、安全に来れたのは、割安だったかなと思います。ではですね、明日は、台北の方に移動するのと、温泉にね、入るのが目的だったので、温泉に行きたいと思います。ではね、もう今日はシャワーを浴びて寝て、明日はね、ホテルの朝食あるから、それをちょっと撮影してから移動したいと思います。ではではおやすみなさい。おはようございます。こちら台湾2日目の朝でございます。昨日はですね、もう空港近くのねホテルに泊まりまして、ここはそう18階建てなんですね。やっぱり台湾は高層ビルが多いですよね。こんな感じで街並みがよく映っております。なんかごちゃごちゃしてるんですけれども、やっぱりこういうね、感じがアジアっぽいですよね。ということで今日はですね、これから、台湾のね温泉地を訪れてみたいなと思っております。今日ちょっと曇ってますけどね、どんな感じになるでしょうか。こちらのホテルはですね、朝食がついておりまして、私ね8000円なので素泊まりかなと思ってましたら、ちゃんと朝食も食べれました。いろんな種類がありまして、やっぱり中華がメインかなっていう、内容になっております。パンとかもありますし、それからフルーツだったりね、サラダもありましたので、割とねお腹いっぱいになりました。この朝食の後電車移動いたします。こちらのね IC カードをコンビニで買いまして、これからですね台北市内に移動したいと思います。電車の形見ていただくと、なんとなく山手線に似てる感じがしませんか？こちらはですね日本製の電車になるようでございます。駅のホームだったり改札もそうなんですけれども、日本にねちょっと似た感じになっておりまして、技術提供をね、してるんでしょうね、台湾の方にね。なので乗ってる感じもね日本にそっくりなんですよ。こんな感じで行き先案内とか、それから車内アナウンス、それから優先席のね表示までね日本にそっくりですよね。でちなみになんですけれども、今回移動に使ったのはGoogle マップを使って移動しておりました。なのでね海外で土地勘がない私なんですけれども、もう Google マップをね見て移動すればほぼほぼ間違いなくですね目的地に着くことができました。ということで海外に行かれる方はですねGoogle マップをねダウンロードしていくと役に立つかなと思います。それから話してる、言葉なんですけれども、ほぼ中国語でした。なので、片言の英語でねなんとか道を分かんない時は聞いたりとかしてましたけれども、どうしてもね中国語でしか話せない方には翻訳アプリを使ってねお互いそのアプリで話しながらっていうのもしておりました。なのでやっぱりスマホがあるっていうのはね、もう一人で海外行く時に心強いなと思うね今回思いましたね。画面見ていただくと分かるんですけど、本当ここだけ見ると日本みたいですよね。駅のホームが本当に日本そっくりでございます。今マコベが目指しているのは北東温泉という温泉地でございます。台北市内からですね電車で30分ぐらいの場所にありまして、電車移動で行けるっていうところがね気軽に行けそうな場所だったので、今回目的地に選んでみました。ということでね電車1本目
乗ってですね、台北駅の方に到着というシーンでございます。いやこういうシーン見るとね、中の人が一緒だったらもうほんともう興奮で喜んでるんじゃないかと思いながら撮ってたんですけれども、残念ながらね今回真壁一人旅でございます。なのでねちょっと電車もねどんな感じかっていうのをねお伝えしたいために撮ってみましたよ。こちらはですね台北の駅改札口でございますね。IC カードを使っているので簡単にねほんとかざすだけで、出入りがねできるという感じでございます。もう本当日本ですよね、こうなるとね。でこの後、また電車を乗り継ぎまして温泉地の方に向かいたいと思います。こんな表示も日本ですよね、本当ね。いや分かりやすかったですよ。駅の中のですね案内表示もすごく丁寧で漢字がね使われているので迷うことなく次の電車に乗り継ぐことができました。こちらねカラフルな列車で可愛らしいですよね。キャラクターが描かれてますけれどもこういうのもなかなかまた外国に来てるなって感じがしていいですよね。電車の窓からですね外を見てたら今日の夜泊まる丸山大飯店ですね、グランドホテルが見えてきました。いやもうこのねホテルなんですけれども、半年ぐらい前にね別府市政100周年ということでツアーで来た時に泊まったんですけれども滞在時間が本当短くって満喫することができなかったので、今回はねもう本当に満喫したいということでリベンジ泊ということで、今日の夜泊まりたいと思います。この動画の最後の方に、出てきますのでそちらの方も見ていただきたいなと思っております。ちなみになんですけれども丸山大飯店の最寄り駅はですねこちらの尻駅になると思うんですね。ただ丸山駅ですね一つ手前の駅の方が無料シャトルバスがあるということで、もしね無料シャトルバスご利用になる方は丸山駅で下車されるといいと思います。私はこちらのね尻駅からタクシーに乗ってねホテルの方に向かいましたが、タクシーでもね180ドルぐらいだったかな、台湾ドルぐらいでそんなに高くはありませんでした。そしてベイ東駅に着いたんですけれどもこの駅ではないんですね。もう一本電車を乗り継ぎまして新ベイ東駅の方に向かいたいと思います。慣れないね外国ですからホームから降りてきて改札の方を抜けなきゃいけないのかなとうろちょろしてましたら、いやいや改札出ないでそのままね違うホームに上がればいいんだっていうのを気がつきましてそれでねエレベーターで上に上がりました。こういう乗り継ぎもねやっぱりわからないですよね海外はね。本当にね海外にいた時はねまず駅の中の案内板をねよく確認するっていうのが一つポイントですよね、間違えないためにね。そしてGoogle マップを見ていればですね乗り換え駅だったりそれから電車のね
次何番ホームに上がればいいっていうところまで出てきますので、これは本当にね道に迷わないポイントでございます。いや本当助かりましたよ Google マップ。そして今日の目的地新米東駅に着きまして、改札をやっと出るというところでございます。IC カード本当に助かります。便利がいいですよね。でしかもこの IC カード日本と一緒でコンビニでお買い物とかもねできるんですよ。あとバスとかねもうIC カードで乗れたりするということで、チャージしておけばですね、小銭をじゃらじゃらもらって、どれをね使ったらいいのか迷うっていうね、そういう心配はなかったですよ。いや街もですね緑がいっぱいで、駅を出てすぐね公園があったりして、で温泉街がこちらでございます。いや本当にね駅から歩いて行ける温泉っていいですよね。では今日目指している温泉はこちらのホテルの中にある日帰り温泉でございます。ちなみになんですけれども、こちらのですねホテルの日帰り温泉は KKday っていうですねアプリを使いまして、日本にいる時に予約をしておりました。時間指定はなくてですね、指定した日に何時でもいいので、入ることができるという予約の仕方だったです。天明泉っていうのかな。こちらのホテルの中の温泉に日帰り入浴したいと思います。ということでこちらでですね、温泉をいただいてみました。日本の温泉とですねそんなに変わりなくて、内湯とそれから、サウナ、それから水風呂がある感じですね。もちろん裸で入ることができます。そして湯上がりでラウンジのねサービスがありまして、ホットドリンク、ホットコーヒーとか紅茶、それから、アイスはね、紅茶とそれからオレンジジュースがありましたね。そしてスイーツね食べ放題飲み放題になっておりました。ではですねこれから、今日泊まる丸山大飯店ですねグランドホテルの方に移動したいと思います。では今日の目的地グランドホテル丸山大飯店に移動していきたいと思います。今までね乗ってきた電車を後戻りするっていう形ですね。なので、メトロの方に乗りまして、最寄り駅の方に向かいたいと思います。ちょっと前までねリアルなお仕事がとっても忙しかった真壁なんですけれども、こちらのベイト温泉でね本当にゆっくり温泉に浸かって疲れが取れたって感じですね。なのでね本当におすすめな温泉地ですので、ぜひね訪れていただきたいなと思っております。さあ場面は変わりまして、もうタクシーの中でございます。いよいよね建物が見えてまいりますよ。こんなねもう宮殿みたいなね立派な建物なんです。そしてね入り口ご覧ください。もうなんていうんですか、沖縄の守礼門みたいなね門が入り口になってるんですよ。このね狛犬もなかなかのね迫力がありますよね。で先ほどからですねずっとお伝えしています真壁はですね片言の英語しか喋れませんので、タクシーの運転手さんにね目的地はスマホの画面を見せて、ここに行きたい GoTo なんとかみたいなね感じで喋ってたらおーオッケーオッケーみたいな感じで乗せていってくれました。でタクシーはね黄色いタクシーに乗ってください。その方が料金もそれからねサービスも安心でございます。さあまたやってきました丸山大飯店。もう今回こそはちょっとね満喫したいので、ここの廊下長いですよね。しかも赤絨毯かっこいいやっぱり高級ホテルっていう感じが出ますよね。さて
325号室でございます。こちら角部屋ですよ。ほらいいですね。では鍵はカードキーになっております。オープン。はい、ということで、丸山大飯店ですねに、本日は泊まっております。去年ですね同じようにこちらのホテルに泊まったんですけれども、今日は一人で泊まってまして、前回と違うタイプのお部屋にしました。シングルルームになっております。ではカメラ回しますね。では入り口のドアから振り向きますよ。じゃん。こちらがベッドサイドですね。どうでしょう。ダブルベッドっていうことで、まあね、私一人だったら十分じゃないでしょうか。このねバックのね絵がなかなかいいですね。日本っぽい感じもしますけれどもね。じゃあちょっとねベッドサイド見ていきましょう。こっちかな。こっちすごいね。このなんか衣装ケースみたいなねベッドサイドのテーブルでございます。こちらをつけるとねランプシェード電話があって、こちらはルームライトとか消すボタンでしょうね。ですね。はい。でペンとメモがありまして、なんかよくわからない、なるほど、お客様へって日本語のね、はい、案内もありますね。すご。はい、ということでございます。でね、禁煙ですよっていうことと、あと日本語のね館内の説明もございます。では枕ね、ここの枕すっごい柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかい枕でございます。で私が好きな感じので、ちょっとね上布団もね柔らかいんですよね。はぐってこのね硬すぎず柔すぎずっていうね感じのねマットになってます。でちょっとねマット薄めなんですよね。手のひら1枚分ぐらいしかございませんが、でもね寝心地はすごく良かったです。前回ね泊まった時。はいという感じでしょうか。ベッドね。で反対側にも一応つけてみようかな。でこちらランプシェードがあって、こちらにもねコンセントあった1個ね。よかったね。こちらはルームライト消す、スイッチと同じようにねテーブルがございます。では振り向くとこちらにデスクがあるんですよ。ね、ちょっとねすいません私の鍵が置いてあったんですけれども、目の前にね大きなテレビがございます。大型テレビって感じですね。はい。そしてなんかねいろいろ案内がありますね。後でそうね、これ新聞をインターネットでダウンロードできるっていうやつですね。でテレビのリモコンがありましてからの、こちらには外国式のコンセントと、USB 端子もありますね。2個ね。はい。という感じになっております。あとティッシュと、こちらにもね、ランプシェードございます。ではこちらね、すごい椅子が豪華ですね。ゴージャス。で引き出し開けてみるとどうだろう。すごいなんかあれですね、インフォメーションが入ってるのかな。はい、という感じでございます。はい、こちらはどうだろう。ランケーブルが入ってて、聖書ですよね。ホテルにはね大体置いてあります。はい、こんな感じ。ゴミ箱もありますよ。ではこちらねお茶セットでございます。お水ね無料ですよ。2本もあります。やったー。そしてコーヒーカップとグラスと、このコーヒーね、ドリップ式のコーヒーと、このウーロン茶美味しかったんですよ。前回持って帰ってお家で飲みました。めっちゃ美味しかったです。はい。でポットとかね、ございます。でこの下は何だろう。何も入っておりません。はいですね。そしてっていうことはこの下が冷蔵庫になっていて、中は空っぽでございますということでございます。こんなもんでしょう。ではその隣、多分ねここクローゼットでございます。ハンガーが
6本ありますね。そして私のね、スーツケース置いておりますけれども、あと金庫とこの下にねスリッパございます。こちらにはねランドリーバッグもあってね、エチケットブラシや靴べらも入ってるよって感じですね。いいんじゃない？なかなかね、こじんまりとしてますけどね。このねクローゼットがまたいいんですよ。おしゃれな感じですね。はい。ではこっち行ってみましょう。多分バスルームですよね。結構いいね。もちろんウォシュレットでございますね。そしてバスタブ結構大きいね。はい。私にはちょうどいい感じのバスタブ。そして中入りますよ。こちらが洗面広いです。めっちゃ。そして、グラスが2つあって、正面が鏡とでっかい鏡でございます。で結構口元とかね拡大鏡がね、はい、あったりして、でハンドウォッシュとこちらにはコンセントが2つありますね。っていうことはこの下にそうこれヘアドライヤーですねがあってからの下は何もなしということでございます。アメニティないね全然。でバスタオルとそれからフェイスタオルがあって、こちらにもバスタオルがあるということはここがシャワーブースになってるんですね。はい。で多分ねこっちがボディウォッシュかな。でこっちが多分リンスインシャンプーみたいな感じなんでしょうね。なんかすっごいいい匂いするんですよ。はい。シャワーブースでございます。別料金払えば大浴場もあるんですよ、こちらのホテルね。だからちょっと別料金払っても大浴場行ってもいいかなって感じです。でこちらね閉めると大きな姿見になってるんです、実はね。はい、こんな感じでございます。いかがでしょう。で全体ね見渡すと私みたいに一人でね旅行する方にはちょうどいいんじゃないでしょうか。はい。さあ今日は早めにですねホテルにチェックインしました。3時からチェックイン始まってるんですけれども、ちょうどね3時ぐらいに最寄り駅に着きまして、でタクシーでねこちらに伺って、もうチェックインもねそんなに並ばずにできたかなって感じでございます。でまだちょっと体力的にもあるから体力がなんで明るいうちにね夜市の方にちょっとお散歩がてら行ってみようかなとも思っております。でホテルの中でお食事してもいいんだけど夜市でね何かいいのがあれば食べてみたいなっていうのもあります。はい。では一人の気ままな旅なのであまりあれしようこれしようっていう縛りしちゃうと楽しめないから、気に入ったお店があれば入ってお食事しようかなと思っております。では今日はねちょっとホテル満喫したいんでいろいろ後で回ってみたいと思います。ではでは。ホテルからですね遊歩道がありまして、こちらの方にはね歩いていくことができます。私の足でも10分から15分ぐらいかな歩きました。そしてね夜市の中にこんなお寺があって幻想的なね雰囲気も漂いつつ、やっぱりねこの活気あふれる雰囲気の中で何か食べたいなということでヌードルをねちょっと頼んでみましたよ。本当にですね片言の英語しか喋っておりません。でもね通じるんですよこれが。そして手際よくねおばちゃんがねついでくれまして、でトッピングねいろいろ入れていただいたんですけれども、スイートチリと怪しげな液体とそれからパクチーね、はい、パクチー大好きなんですよ。それもね入れていただきました。
お値段はと言いますと、小さいサイズで、40台湾ドルだったんですかね。なので日本円で換算すると200円ぐらいでしたよ。とても美味しかったです。海鮮も入っててね、なかなか食べ応えがございました。そして続きまして、こちらはですね、北京ダックのハンバーガーって書いてたんですけれども、クレープ状の生地にですね、北京ダックだったり、それから野菜とかをね巻いて食べるような、食べ物でしたね。こちらももうすぐ目の前のお店だったんですけれども、頼んでみましたよ。どうでしょう。これね、すっごい美味しかったんですよね。もうなんかリピートしたいぐらいだったです。おいくらだったかっていうのはちょっと覚えてないんですけれども、確かね80台湾ドルぐらいだったと思います。そんなに高くなかったですよ。いかがでしょうか。ではね、ホテルの方に戻ってまいりました。ということで、今日はですね、丸山大飯店に泊まっております。昨年来た時はですね、もう夜で、しかも大雨だったので、外から撮影することがねできなかったんですけれども、今年はね、この巨大ホテルをバックに写真を撮ることができました。でしかもね、夜市にも行ってきまして、お買い物もねしてきましたよ。なんでね、お部屋で晩酌したいと思います。もうちょっとね、中庭みたいなところね、お花がいっぱい咲いてたりするので、見てからお部屋に戻りたいと思います。まだまだ中もね、いろいろありますので、ご紹介していきたいと思います。ではさあ、撮り直しまして、こちら正門からですね、ぐるっとホテル側に向けてね回したいと思いますよ。ではご覧ください。ね、お花がいっぱい咲いててからのこのホテルでございます。すごいですね。去年はね、ベランダがある、テラスがねあるお部屋だったんですけれども、今日はね一人で泊まってますので、シングルルームということで、ございます。でね、目の前にはこんなお花がいっぱい咲いててね、いや癒されますね。さっき夜市からね歩いて帰ってきたんですけど、もう道に迷わず帰ってこれる距離でございます。なかなかいいですよ。今回は絶対もうね満喫したいと思います。こちらでございます。丸山大飯店のロビーでございます。もう宮殿の中にねいるみたいでございますよ。素晴らしいですね。このね赤い柱とね、上にあるランタンですかね。いやもう本当に綺麗。そしてね、中に入るとねお香のいい香りがするんですよ。またね、先ほどね夜市に行ってきましたけれども、夜市でねお腹いっぱい食べてきたので、お部屋でのんびりしたいと思います。このねオブジェ、季節によって変わるんでしょうね。でね、グランドピアノがあるんですよ。だからね演奏もね後からあるんじゃないかなと思っております。そしてね、この何ですか、宝塚を思い出させるような大階段素晴らしいですね。ちょっと登ってみましょうか。奥にはねすごいまたオブジェがあるんですよ。こんな感じでございます。いやこれはすごいですね。2階の方に上がってきたんですけれども、2階はねこんなショップが入っております。なんでお金持ちじゃないと買えませんよね。こうねバッグだったり、それからお洋服も中にあります。こんないろんなところに絵が飾ってあったりね。こちらはあれでしょうか、アクセサリーが並んでますね。翡翠なのかな。でこちらはもうダイヤモンドじゃないとても買えませんけれども、
田まこべなんでちょっとだけ行ってみるかな。あそこの下の富士がこんな感じに見れます。いやーもうすごいわ、とにかくいやでもリベンジでね宿泊できてよかったですよ。オフシーズンなんですかね、割とね安い価格で泊まれました。インターネットでね取りまして、フロントの方は日本語が喋れるのでスムーズにねチェックインもできましたよ。こちらもねアクセサリーなんでしょうね、ショップでございます。高そう。こちらは何だろうか。こちらにもあるんですね。なんかいろいろね、なんか奥まで行くとかなり広いんですよね。こちらもあれですね。ショップがありますね。奥。ちょっと行ってみよう。こんな感じでございます。アクセサリーばっかり。全然買えない。こちらはあれですか。チャイナドレスじゃないですか。かっこいい。で、こっちはレストランですね。という感じでございます。先ほどですね、夜市に行ってきまして、帰ってきてちょっとシャワーを浴びまして一杯いただきたいと思います。ではこれの乾杯映るかないただきますではちょっと待ってね、いただいちゃいますよ。おいしい。めちゃめちゃ喉乾いてたんでめっちゃ美味しいですまあね、ちょっとシャワー浴びて洋服も着替えたので、この後ねお部屋でちょっとのんびりしようかなって思ってたんですけど、まだ時間もありますので、この格好でねまたロビー階の方に行って撮影をしてみたいかなと思います。ということでロビー階に来てみました。今ねピアノとバイオリンのね演奏をやっているところでございます。夜もねこういった歓迎ムードがね毎日のようにされているようでございます。いや前回来た時はねピアノの演奏が途中だったんですよ。もうほんのちょっとしか見れなかったんで、いや今日はね本当にゆっくりこのグランドホテル丸山大飯店を満喫しております。そしてこちらのホテルの地下にはですねこんなトンネルがあるんですよね。噂によるとこちらからね有事の時には要人をね逃がすというようなねトンネルになっているようでございます。そしておしゃれなねバーもこちらにはありまして、夜をねまこべ一人ですが満喫いたしました。もう最高でしたね。そして翌朝でございます。おはようございます。今ですね現地時間のもう6時ちょい前ぐらいですね、5時よいしょわかるかなちょっとウォーキングしてるんで5時53分でございます。もうねホテルの中をちょっとウォーキングしてるんですけど太陽が出てきました。そして遠くの方に見えるのは有名なタワーですよね。これね101だったっけなんかあそこから登って夜景見ると綺麗なんでしょうけどね今日も一日も込み込みもりもりのね一日に回りたいと思ってます。もうちょっとねホテルの中を散歩してみたいと思います。ホテルこんな感じ。もうねホテルの敷地内もすごい広いんですよ。こういう感じね。なのでちょっとぐるっと一周してみたいと思います。お散歩で軽く汗を流した後は朝食バイキングでございます。
でマコベがですねネットで予約した時は素泊まりプランだったんですけれども、チェックインの際にね朝食つけてくださいって言ったらねつけていただきまして、だいたい朝食付きで、3375台湾ドルだったかな。なので日本円に換算するとだいたい1万6、7千円ぐらいだったと思いますね。このクオリティでこの値段はお安いと思いますよ。そしてたくさんお客様がいたのでもう写真だけにしました。中華はもちろんのことなんですけれども、日本食だったり洋食メニューももちろんありましたよ。そしてねご飯だけではなくってパンもね何種類か並んでましたし、それからドリンクもねフリードリンクでいろんな種類があったんですよ。なのでねもう一度泊まっただけじゃ食べきれないなっていうぐらいの品数でございましたね。なのでねもう朝食に行く前は本当にお腹ペコペコにしていった方が良かったんじゃないかなっていう感じでございましたよ。実際こんな感じでねいろいろとって楽しむことができましたよ。もう大満足でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルはホテルや旅館のレビュー、鉄道旅、フェリー旅をお届けしております。気に入っていただけたらグッドボタンやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。女一人でも安心して旅ができる台湾ということで、前半でこのボリュームだったんですけれどもね、後半も編集でき次第お届けしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の旅でお会いしましょう。